The Tendo-ryu's founder, Saito Denkibo, studied many styles. He is even said to have practiced under the instruction of Sukuhara Bokuden, the famous founder of the Kashima Shinto-ryu. Although Denkibo was already an incredibly talented samurai, he felt that his technique was still incomplete and went to the Tsurugaoka Hachiman Shrine in Kamakura to pray for 100 days. In 1581, Denkibo had the revelation he was longing for and created his school named Tenryu, the School of Heaven, which later became the Tendo-ryu, the School of the Way to Heaven. Denkibo traveled the country to pursue his studies, but he was perceived as arrogant and disgraceful by many rivals, which ultimately led to a setup by Shikabe Aki no Kami Ujimoto in his own home province of Hitachi, where Denkibo was shot by arrows and killed at the age of 38. Denkibo's student, Komatsu Ichibokusai, taught his technique to Denkibo's child, Hogen, who became the second successor. The Tendo-ryu tradition was set to be transmitted for the next 16 generations, and is now led by Kimura Yasuko, 17th Soke. 私の実家は道場があるので、私は剣道がしたかったんです、最初。で、母にそういうふうに言いましたら、女の子はナイナタンにしなさいということを言われて、で、ちょうどその伊丹の修武館っていう道場があるんですが、そこの、ナギナタ部の一期生なんです。私は。それが、中学の1年生ですかね。で、そこからずーっと、新しいナギナタをしまして、で、もっと小さい時から、その修武館で稽古始めとか、折には先生方がいっぱい来られてたので、天道流を教えていただいたりはしてたんですが、正規にというか、その天道流のお稽古ではなかったので、です。で、大学東京へ来ましたので、その時も、天道流を教えていただいたり、していました。私は、新しいナイナというか、天道流の方が好きだったので、そういうふうな感じで、お稽古をしていました。で、武道大学を教えるようになって、新しいナイナタと、それから部活があるので、部活の折には、天道流も教えてっていうことで、週3回行ってたんですね。だから、だいぶいろいろとお稽古ができたし、教えるからには私も、稽古していかないといけないという気持ちで、おりました。で、やはり、修武館に、月2回ずつぐらい、通うようになって、その前のご宗家がいらっしゃるときに、お稽古にいらっしゃいと言われたので、月2回、通うようになって、で、だから、その頃は、本当一生懸命、お稽古していました。はい。で、ご宗家が亡くなって、3年間ブランクがあったんですけれど、その後、顧問の先生方が、私にと言っていただいて、お引き受けしたということなんです。そうですね。やっぱり、すごく古武道の魅力っていうのは、稽古をすればするほど、新しい発見もありましたし、本当にその気持ちがいいなって思う、そういう満足感もありましたし、競技は、勝たなければいけないとか、そういうノルマみたいなのがありますので、何か楽しむっていうことはあんまりなかったんではないかと思います。はい。私は、武道ですよね。はい。
ありませんというか、小笠原流の霊法に大学に行ってる時は行って、本当あの時にはスキーの人、テニスの人、いろんな方がその霊法で歩くんですね。そのお稽古に、通いました。私は、やっぱりその天道流、その武道の稽古をすることで、私の母も、その部専っていうか教員養成所の卒業生なんです。で、やはりその一本筋が通ってた母っていうのを、とても私は尊敬しているので、武道をして、ああいう風な姿っていうものに、憧れや、目標を持っています。だから、やはりその、後ろ指を刺されない、本当に、生き生きとしてお稽古している自分っていうものを、皆さんの前で、見せたいし、それからそれが天道流のお稽古をして得られるものだと思うので、それを皆さんにやっぱり伝えているつもりです。だから今はみんな本当、お稽古が楽しいって皆さん言ってくださるので、私はとても幸せです。古武道をやることによって、あるというか、私は、初心者っていうかもう入門したての方とか、それからもちろんある程度熟練してる人もそうなんですが、いっぱい教えられるものがあるというのをいつも思っています。で、やはりその気づきっていうのを、皆さんが口に出されて、やはり私の普段の、立った姿勢が悪かったとか、そういうことを言ってくださるので、やはり、どういうふうな指導の声かけをするかとか、そういうものがとても今の私には面白いというか、感動ですね。で、やはりその、感動した中で、やはり、教えられ、それから自分自身のことの気づきもあり、っていうふうには思います。はい。やっぱりそれはあるし、今日は気持ちが乱れてるというか、それは、武道じゃなくてもみんなそうなんだと思うんですが、気づきはありますよね。でもそれをだんだん出さなくていいようになっていくっていうのが武道の修行なんだとは思いますけど、それは人にそこまで、言ってっていうか、難しいですよね。その人の、感情のはけ口というか、ストレス、解散、っていう解消という感じのものってあるので、本当、太刀と薙刀がスーッと入っていった時の気持ちよさとか、相手と自分とのつながりっていう、それは、乱れた心の中に、直すことができるんではないのかと思うので、やっぱりそれを心がけないといけない。それは何も私、指導者だけじゃなくって、お互いにも、それぞれに、気づきがあると思うので、私は話をしています。
部選というか、舞踏会の例は、要するに学校なぎなたとして、行われたわけですよね。で、天道流はそれまで入門制度を取ってられたんですけれど、入門制度じゃなくても学校なぎなたとして行うようになったからということで、それはやめられたんですね。で、指導していかれたけど、要するに三田村千代先生っていうのが、意見が合わずに、舞踏会の先生を辞められて、ご自分で、塾を作られて、そこで、指導なさったんです。はい。やっぱり木が昔のと違って、乾きが不十分だから曲がったりすごくするんですね。だから、今本当に値上がりして高いものになっているのに、すごくすぐ曲がってしまうっていう、不都合は感じますし、それこそ宝蔵院の槍も、去年山を買われて、樫の木を植えられたっていう50年計画でっていうふうに伺っていますけれど、今おっしゃるようにその長いものを作れなくなり、それからまた長いものを運搬する難しさっていうのがあるんですね。それはもう日本だけじゃなくて海外もどこもですね。だからどうにかしてつなげるとか何かできればいいなと思うんですが、やはりナイナタは全部使うんですね。先も真ん中も石突きの方も使うので、つなげてもどっかそこが弱くなってしまうので、ちょっと無理ということですね。母のね、なぎなたがあるんです。関西に置いてあるんだけど、本当に曲がってないんです。だから、母が生きていれば今100歳ぐらいで、その養成所で使ってたなぎなただと思うんですが、防具屋さんに聞いてみると、本当自然乾燥させてるというか、今あんななぎなたを作るのに、素材だけで何万もかかりますよねっていうことを言われましたけど、本当綺麗なまんまですね。それとあと、私たち固定をはめるので、その固定も、いい固定お願いしますって言ってももう作る人がいないって言われますね。そうです。私は、武道大学と精神女子大学と、二つ教えに行ってたので、他の仕事はしておりません。ほとんどがボランティアであり、言えば収入がない状態ですよね。で、日本伝統文化継承者、協会っていうのがあって、そこからやはりそういうことをしてたら、うまく、時代の人が育たないんではないかっていう、ことも言われました。でも、武士は食わねどではないんですけれど、今まで本当ボランティア、その収入をいただくっていうことはほぼない状態で、来ているので、やはりこれがこれからの大きな課題になっていくんだと思います。なぎなたでは食べていけないということですよね。試合に出るにしても何にしても、それから今、朝日奈具という漫画がすごく取り上げられて、よくテレビにも映ってるんですが、そういうのでも、何もいただくわけじゃないですし、はい。だからもう本当、出させていただいて PR の一端を担ってるということ
だけですね。女性っていうのは、やはり結婚、出産、育児、それから介護ということで、なかなか自分のことができないんですね。で、若い間はその試合の選手っていうふうなこともできていても、今度その出産育児をして、介護をして、もつあれをやりたいということで戻ってくる方たちが、今、ちょこちょこ出てきてます。そういう意味では、やはり、奥の深さというか、それがやはりとても魅力があるんだと思います。今、初心者教室っていうのをやってるんですが、天道流の。それがやはりとっても、増えてきて、で、すごく皆さん楽しそうにされていますし、面白いというか、何かとってもそう言ってくださるので、嬉しいです。はい。全日本と両方やってる人たちは、やはり全日本の、指導だ、審判だ、審査員だっていうことで忙しいんですね。だからむしろ初心者っていうか、の人たちの方が、なんか一生懸命稽古されてますね。やっぱり、スポンサーというか、何か応援をしてくださる方を探してっていうのは思うんですが、私も国際ナイナタ連盟に関わっているので、やっぱり海外の方たちもみんな、旅費は高いしっていうことで大変ですよね。だから、やはりそのスポンサーが少しでも援助してくださるっていうことを、探すのが大事じゃないかなと思いますが、なかなかそういう方がいらっしゃらない。お稽古して帰った方たちがいられるので、その方たちがみんな教えたりされています。日本武道館が行っている国際武道文化セミナーっていうのは、だいぶ長い間行っている授業ですけれど、やはりあの時にも、なぎなたの指導をしても、やはり海外の方たちの取り組み方とか、気持ちのありようっていうのは日本人にない素晴らしいものがあるんですね。で、やはり、そういう意味で、やはり何が日本人にはなくて、海外の方たちにはそういう気持ちがあるのか、やっぱりそれこそアレックと稽古してても、ひしひしビシビシと伝わってくるものは、やっぱり日本人にはないものですね。だからそれを、大事に、指導していって、伝えていかないと、もったいないんではないかと思います。ぜひ来てくださいっていうふうにはお伝えします。で、男の方でも、女性でも、やはり面白いですよっていう感じのものが、どれだけ伝えられるかっていうのが、大きな課題ですね。日本語ができなくても。日本語ができなくても、そうですね。日本語ができなくても、大丈夫ですね。はい。言わないといけないこと、言わないといけないことは、本当に理にかなった素晴らしい天道流だと思います。はい。やはり、
昔の方が考えられ作られたっていうのは素晴らしいもんなんだなって思う日々です。